皆さんこんにちは。今日は高麗王の17代王であるインジョンの治世についてお話しします。韓国では現在 KBS で高麗吉丹戦争というドラマが放映されています。それに関連してファラムチャンネルでもヒョンジョンの治世で解説しておりますので参考にしてみてください。さて、17代王のインジョンの治世は一言で貴族の内乱の時代ということができるでしょう。門閥貴族、特に陰樹イー氏の力が国を動かすほどの力をつけてくることになります。これは門閥貴族といって国王に娘や息子を送ることで外戚の関係を結ぶこと、そして王族をも超えるような意見を出すようになることになります。しかしこの時期に注目しなければならないのは、前回の動画でもお話ししましたように女神族の隆盛です。そして結局遼を倒し宋にも戦争に勝ち金を建国することになります。この金が北方の危機として高麗の悩みの谷になるのです。それではインジョンの治世をスライド形式で見ていきたいと思います。最後までご視聴いただきますようにお願いいたします。ここで押さえておかなければならない内容があります。それは冒頭でもお話ししましたように、門閥官僚の大きな力ということになります。これは陰樹イー氏という今のインチョンにあたる地域ですけども、ここに大きな勢力として構えていた大きな家柄になります。で、ここはもともとイ・ジャヨンというこちらのスライドにもありますように、イ・ジャヨンというこの官僚によって3人の娘がこの王族に入ったと、3人の王子に娘を嫁がせているというところからまた大きな勢力として拡大していくわけなんですね。その孫にあたるのがイ・ジャギョンということになります。ですからもうすでにそういう門閥官僚としての大きな背景を持ったそういう人物としてこのイ・ジャギョンが注目されるわけなんですけども、このイ・ジャギョンは前回の動画にあった16代王のエジョンの妃として1人の娘、2番目の娘を送っています。そしてその間に生まれたのがインジョンであるわけなんですけども、このインジョンの妃ですね、妃の2人の妃になんとこのイ・ジャギョンの3人目の娘と4人目の娘が送られているということになるわけなんですね。そういった背景を持ったイ・ジャギョンが非常に大きなこの門閥官僚としての力をつけていくと、そして後々にこのイ・ジャギョンが反乱を起こすというところにまでなっていきます。ここで先ほどお話ししましたように、このイ・ジャギョンもですね、イ・ジャギョンの家系というのが、インジュイ氏というですね、今のインチョンにあたる大きな家柄なんですけども、この祖父にあたる人がイ・ジャヨンというこの官僚で、このイ・ジャヨンが3人の娘を王族に送っているということにはお話ししました。さらにこのイ・ジャギョンはですね、2番目の娘をこのエジョン、16代の王様に娘を送って妃として送っていると。その中でインジョンを産んでいるということは、関係化すると、このインジョンからするとですね、インジョンからすると、このイ・ジャギョンはこの祖父にあたると。外孫ですね。このインジョンは外孫にあたるということになるわけです。外孫ですね。それと同時に、インジョンはこのイ・ジャギョンの娘をに嫁いで、嫁いでいますから、このインジョンからすると、イ・ジャギョンは、なんとこの義理の父にあたるということで、2つの関係を持っているわけですね。一つは、祖父というですね、外孫という立場にあるのと同時に、そして義理の父というような非常に深い関係を持っているということが、ここでわかるわけです。そんなインジョンですけども、14歳で即位をして、1122年に王様になっていくということになっているわけなんですけども、実際に大きな力を持っていたのが、このイ・ジャギョンであったがゆえに、後々ですね、このイ・ジャギョンが、王位を狙っていくというような大きな乱を起こしていくということになるわけなんですね。
そんな中において、イ・ジャギョンとしては、インジョンに対しては、義理の父でありながら、そして祖父であるというようなこの立場を利用しながら、結局は自分自身が王に就こうというようなですね、企みを抱くわけなんですね。そういう中でインジョンに上位を迫ったり、それから毒殺を図るというようなところ、それから宮殿を焼いたりとかですね、インジョンを軟禁状態にしたりというですね、そういったこの事件が起こる中でですね、イ・ジャギョンのその内心としてはですね、自分自身がこの国を治めようというようなところがあったというんですね。さらに本人の誕生日をインジュジョルというふうにしてですね、決めて、国民の祝日、お祝いをするようにというですね、いうようにこの決めたというところも非常にこのイ・ジャギョンがこの影響力があったというところが見ることができます。このイ・ジャギョンの仲間として、チョク・チュンギョンというですね、人物がいたわけなんですけども、この最初はですね、このチョク・チュンギョンがイ・ジャギョンのこの仲間として非常に助けていたわけなんですけども、後々ですね、このイ・ジャギョンとチョク・チュンギョンが仲間割れをするというところで、チョク・チュンギョンがインジョン側についてですね、そしてこのイ・ジャギョンの立場が徐々に悪くなっていったというような経過になっていきます。最終的にはですね、このイ・ジャギョンが流刑と、廃流の罪となってですね、そしてその地で滅んでいったというようなところになっていきます。この当時ですね、冒頭でもお話ししましたように、1115年にこのアグダというですね、首長が、女真族の首長が金を建国するというような状況になってですね、この金が高麗に対して自分をですね、父母の国として徴工しなさいというところまで行ったわけですね。もともとは高麗が父母の国として女真族に対して父母の国として徴工してきたわけなんですけども、今度は逆にですね、金がこの高麗に要求、父母の国として徴工しなさいというような要求してきたというところで、この高麗のプライドとしては絶対にそれは許せないというようなところになってきます。でそういう中にあって、国のもう危機ですよね。中にあって、チョン・ジさんというですね、この官僚が、この金からですね、この圧力を防ぐためには、何かしらの大きなですね、力が必要なんだというところで、ミョチョンというですね、人物を紹介します。でこのミョチョンというのはお坊さんなんですけども、この人が非常に大きな力を持っていると。で彼はもうですね、もう成人の域に達しているというようなところで、インジョンに紹介するわけです。でこのミョチョンは非常にこの風水地理というものに長けているということで、韓国ではこの都線思想というのがあるみたいなんですけども、この地域にですね、何かを決めるときに、この風水によって、風水の力をですね、信じるというような思想なわけなんです。そういう意味で、ミョチョンというのが徐々にですね、頭角を現していって、そして政治に口を出すくらいにまでなっていったというわけなんですね。そしてなんと、この都を遷都しないといけないというですね、国の大きな危機の中で、現在はケギョン、高麗の首都がケギョンですけども、ケギョンからもっと北に行ったですね、ソギョンという町が、この都市があります。このソギョンですけども、ここに都を移さなければ、国が滅んでしまうというようなところを主張していったわけですね。で、それに対して委員長はその言葉ごとくですね、信じてついていったというところなんです。で、これはですね、どうしてこのインジョンがそこまで信じていったのかというと、実際に王権が、初代のですね、王様ですね、が亡くなる時の遺言の中にですね、諸行にこの出向いてですね、そして、在位の期間の中で、ソギョンに西の京ですね、北に行かないといけないというような遺言を残しているわけなんですね。それもあってですね、インジョンはそれをことごとく信じていたというところになります。そんな中にですね、このソギョンというですね、正教に都を移す過程においてですね、
この行者という、都にこの出向いていくと、訪問していくというようなことをしていきます。これは行幸と同じなんですけども、王様や王様の貴族がそこに向かって、そして、そちらにこの、お墓とかですね、あったらですね、そこに出向いてお参りをしないといけないというようなところなんですけども、なんとですね、その途中に大きな川ですね、テドン川というですね、大きな川があるんですけども、そこに着いたときに、非常に大きなこの嵐に遭ってしまったと、そして馬とかラクダが全部死んでしまうんですね。そんな中で、急にですね、川の水が、この光が差してきて、そして、この五色になったというようなですね、五色の光が、移ってきたというようなところで、非常にこの神秘的な体験をするわけなんですね。で、それは結局、この明兆が言うにはですね、大きな印だと、大きなですね、天運の印なんだということで、これは竜のですね、唾だというふうにこう言ったわけなんですね。ですから、こういったこの銭湯をするのが非常にその天の御心なんだというところを主張したわけですね。しかしながら、後々ですね、これが餅をですね、餅の油に塗った餅が、そういったその川の水をこう変えていったというようなところ、暴露されるわけなんですね。はい。そういったところで徐々にこの明兆が本当にその聖人なのか、本当にその、何かその予知能力があったりとかですね、そういったこの風水推理に長けているのかということが徐々にこの、なんていうんですかね、不信されていく余地にもなってくるわけなんです。で、実はですね、これは、もともといたこの海峡派ですね、この首都のケギョン派と、ソギョンで生まれた、ソギョンの、ふるさとのあるですね、そういった官僚との、争いだったということになってくるわけなんです。そこで、この明兆が非常にこの何か詐欺師だというところを暴露するために、この金武式というですね、今写真にありますけども、この人物がそういったその、反対していくと。このソギョン派に対して、いや、銭湯は良くないというところで、非常にこの、大きな力を発揮していくわけなんですけれども、この金武式が、三国式というですね、歴史書を編纂した、大きな役割を果たしていく、そういう官僚なんですけども、そんな中にあいて、明兆がですね、この国を作ると。大異国っていうですね、これ今漢字で書いてありますけども、こういった国を建国するというようなことを主張しだしたわけですね。そして年号もですね、天海というですね、こちら漢字で書いていますけども、こういった年号をつけるというようなところで、これを一連の内容を明兆の乱ということで、非常にこの国をですね、二分するようなですね、そういったこの争いになっていたというところなんですね。そういう中で、ある時その何か流星がですね、落ちて、そして、大きな火事となって大きな人がですね、死んだというようなところで、これは不吉な予兆だというところで、金武士がそれを主張したわけですね。そういう中で民衆がそれに、もう一度ですね、これは何かおかしいと、明兆が主張している内容はおかしいというところで、民衆がこの開教派についてですね、そして、最終的には明兆の首を切っていくと、この乱を鎮めていくというところですね、そういうところになっていきます。こういった2つの大きな乱の中で、徐々にこの高麗のですね、発展が徐々にこの下降していくというところになっていくわけなんですね。文神とですね、この武神という2つの官僚がいたわけなんですけども、最初はその門閥官僚を中心とした大きな力があった上に、武神がこの差別されていたと。でそういう中で、この武神が、要するに武士ですよね。武士の大きな官僚たちが政変を起こしていくというクーデターを起こして、文臣たちをこの虐殺するという事件が起こっていく。そういう中において、最終的に文人政権となっていくのが、今後の高麗の治世の流れということになっていきます。いかがだったでしょうか。首都をどこにするのか、これが国運にも関わるということが非常に興味深い内容でした。
この時期をヨーロッパは十字軍の遠征が始まります。実は日本でも平将門の乱や藤原住友の乱といった武士における大規模な反乱が起こっています。武士の存在が増してくるというわけなんですね。高麗も武神政権が誕生してくる。全く一致しているとは言えませんが、似ていて面白いですね。それでは次回のファランチャンネルもチャンネル登録してどうぞご期待ください。ご視聴ありがとうございました。